皆さん、こんにちは。漫画家の下田慎です。アイスです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、また視聴者さんの、コメントでもらったお悩みから、動画考えていきたいと思います。いいね。このシリーズ、いいよね。まあ、みんなにネタもらえるからね。そういうわけじゃないけど、みんなのお悩みに答えたいから、ね。まあ。で、今回のお悩みなんですけども、体の当たりの描き方について説明していきたいと思います。ああ、なるほど。まあ、体の当たりの描き方がわかりませんと。まあ、その体の描き方だけじゃなくて、体の当たりの描き方がわからないってその子は言ってくれてたんだよね。まあ、体の描き方は、下先生も何回か動画で出してるもんね。まあ、今この動画を見てるのは本当に初心者さんもいるかもしれないから、そもそも当たりって何って人もいるかもしれないから。なるほど。まあ、その説明も今回入れながら、ちょっと過去の動画でやったこともあるけど、もう一回おさらいしながら、体の当たりの描き方について説明していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずですね、体の当たりの描き方、そもそも当たりとはを説明する前に、最低限知っておいてほしい、体の比率についてちょっと話したいと思います。まだ難しいことが出てる比率ね。まあなんかね、当たりを描く上では、知っといてほしい。なんとなく頭の中に入れといてほしい。今後絵を描く際になんとなくね。で、今ここになんとなくこう、何にもないラフなね、人がいます。で、この人のちょっと参考に比率を書いていきたいと思うんだけども、基本的にはこれは、大人を描いたり子供を描いたりとか、どんな体型の人とかを描いても、この比率は大体変わらないから、まあ大体この辺の区切りに、大体こことここが1対1、もしくは私はいつももうちょっとスラッとした人を描くから、ここをもしかしたら 1.5 ぐらい。この1対1からまあ 1.5、長くても 1.5、1.5 だと結構足長い人になるからね。ぐらいの比率で、まずここの上半身下半身を分けた時に考える。これまず一つ頭に入れといてください。で、今度この腕なんだけど、ここにね、肘の点々付け根があったとするじゃない？そしたらこことここもだいたい1対1。こことここも一緒って考える。で、足の膝がこの辺にあったとすると、大体こっちの方がいいか。てとね。で、こことここも大体が1対1。膝下ちょっと長くしてあげると、ここももしかしたら 1.2 とか 1.5 とかにしてあげると、まあ言ってもまあこうぐらいまでっていうことでね。まあ下を言ってもらうとちょっとまた足がすらっと長くはなるけど、漫画っぽくはなるけど、まあ大体この比率、まず覚えてあげて、この腕、ここ。肘があるのがここと1対1。で、足もここ膝のとこまで1対1。人間ってじゃあさ、1対1でできてんだ。いや、そういうわけじゃ、いや、いろいろ含めたら、ない、そのまとめ曲は。そんなことないよ。そんな、1対1ではできてない。1対1だね。これ聞いたら。なんとなくの、これね、ここからずっと行った時のね、こういうのね。次なんだけど、この手の位置、手のひらあるじゃない？この手のひらが。だいたいこのお尻あるの、後ろにね、この足の付け根あるじゃん。この足の付け根ぐらいに手首、ここが来る。こことここが一緒になる。ここと、このあたりが大体一緒。ここ大体一緒。これなんとなくって覚えといてほしいっていうのはね、個体差があるじゃん、人間って。同じように絵のキャラクターだって個体差あっていいから。なんかこれを守りすぎちゃうと本当になんか硬くなっちゃうからね。ロボット人間みたいな。ただなんとなくこれから自分が当たりを取ろうという時に知っておくと便利な情報です、これ。なるほどね。だからある程度ここは知っておいてほしい。これから当たりの説明をしていきたいんだけど、まず当たりって一体何なのって話なんだけど、よくプロの人とかが作画をね、するときに、一番最初にさ、なんとなくこういうふうにザッザさ、よく私もやってるんだけど、なんかこんな感じでさ、こう、なんか人間にもいかないなんかさ、丸いなんかこう、ラフな状態のものを描いてると思うんだよね。これ当たりです。で、この後、もし、下書きをする人は、今度消せる。これ、本当は今これ消せないやつで書いて、本当はこれ消せるのね。下書きを、こう、鉛筆とかでこう、丁寧にこうやって、輪郭描いたりとかしていきます。で、まあ、する人もいれば、私とかはもうめんどくさいからしなかったりするから、この当たりにもう直接、こうやって、ペンを入れる。ペンを入れていくの。清書ね、だから。そう、清書。こうやってね、ちょっと待ってて。という感じで今このさっきのあたりになんとなく黒いね、ペンを入れました。すげえよ。実際はこの最後のだから当たりっていうのはこの後消しゴムをかけて消しちゃいます。なので実際もう消えちゃう
それが当たりです。なので当たりは先に覚えておいてほしい。どんなに丁寧に書いても最後には消えます。だから当たりは本当に適当に書けばいいっていうことを先に伝えておきたい。いや、そのね、適当が多分できないんだよね。この質問をくれた子もね、当たりがうまく書けません。多分本当に当たりに真剣に取り組んでくれてると思うね。何度も直して何度も直して。でもその何度も直したもの最終的に消えちゃうから、そんなにそこにね、力を入れなくていいんだよっていう話をちょっと先にしつつ当たりの書き方いきます。はい。じゃあまず当たりって、どういう種類があるかっていうのを教えるね。種類なんてあるのって思うと思うんだけど、当たりってみんなが一番想像するのはね、デッサン人形って呼ばれてる、なんか木でできてる人形で、今ちょっとここにそのイメージを描いてみるんだけど、まず顔があって、まあ十字を描く人は描くよね。描かなくてももちろんいい。で、首があって、肩がこうやってあって、ここに肩にまず丸いボールがこうやって入ってて、で、上半身部分の胸のパーツがある。で、今度お腹のパーツがある。で、今度腰のパーツがある。で、こうやって腕伸ばして肘に丸い球体がまた1個入ってて、で、また足の付け根にも丸い球体が入ってて、膝にも丸い球体が入ってて、足首にも丸い球体が入ってて、みたいな、こういうの。あるある。ここに手首にも丸い球体が入ってて、みたいな、こういうの。こういうのをよく見るデッサン人形で、これで当たり取る人すごく多いイメージ。まあ、これ丁寧に描く人もいるけど、そういうのだけじゃなくて当たりって、例えば顔があるじゃない、で、こうやって首があるなって決めて、肩あるなって決めるじゃない、で、まあ上半身のパーツあるなと思ったら今度骨盤だけ考えるの。で、そうだな、こうしてこうしてこうで、みたいな。こうしてこうでこうで、みたいな。で、こうでこうでこうで、こう、みたいな。これも当たり。あ、そうだ、なんかトイレのさ、マークみたいな。明確なルールなくて、本当にこれもこの人にとってはこれがこうやって当たりだし、逆に言うとこういうのじゃなくて、もう別に自分が分かれば何だっていいんだから形取ってって、今回は、まあ、こういうシルエットねにするか、みたいな感じで、こうやって、みたいな、こうやって、みたいな、まあまあ、こういう、なんとなく足はこういう風に先がすぼまってればいいでしょ、みたいな。これも当たり、言ったらもう全部当たり。なるほどね。要は当たりって下書きをする前のさらになんとなくの全体像の把握だから、どんなのでもいいんだ。自分が書きやすいのを見つけるのが一番いいの。だから別に、こういうのをもしすごい頑張って書いてて、なんかうまくいけない書き材どうなってんのかわけわかんなくなってくるとかだったら、なんとなくすっきりなんかフラフにゃした線で、全体の形を捉えるっていう考え方で OK です。なので、棒人間みたいな。もう最悪もいいよ、棒人間で、みたいな、顔あって、みたいな、まあ、体あって、みたいな。で、こうやってこう、なんだろうな、ポージングどうしようかな、こうやって、ヤッホーイみたいにさ、してるみたいなさ、まあこういうのでもいいよ、これでも。全然いい。これを書きたいんだもんね。そうそう。ただこれ今ちょっと私合ってないかもしれない。これをやるときに覚えておいてほしいのがさっき言った比率。この比率を頭に入れておかないと、この棒人間書くときとかちょっと狂いがちで難しいと思う。いつも書く棒人間ってさ、こんなんじゃん。それ。でもやっぱこれちょっと比率合ってないと足短すぎるんだよね。確かに 0.5 もないかい。そうでしょ。で、このどんな当たりでもいいんだけど、その当たりを書くときに、ここは押さえておこうっていうポイントがあるのね。そこだけを固定してねっていうか、決めて当たりを考えようねっていうのをね、今からまた説明します。まず肩の位置。で、次が肘の位置。で、手の位置ね、手の位置。で、足のこの付け根の位置。膝の位置。で、足の位置。これ決めといてほしくて、これの人もそう、結局ここの肩の位置、肘の位置、手の位置、で、足の付け根の位置、膝の位置、足の位置。で、この人も肩の位置、肘の位置、で、手の位置、見えないからここにあるね、裏側は。で、足の付け根の位置、膝の位置、足首の位置。ってか足の位置ね。これ、で、この人だけちょっとあやふやだよね。だから肩の位置ここかなって言って、ほら、もう分かんなくなってくる。ほらね。おかしいんだよね。こうやって考えるとおかしいから、これはちょっと当たりに沿ってなかったっていうね。これをちゃんと考えると、ここに肩の付け根があって、腕伸びてって、ここに
肘があったら手はここら辺にもうなるってことだよね、きっとね。で、ここから下ろしてって足の付け根が多分この辺にあって、腰ね。そうそう。で、ここら辺に膝があって足があるみたいな。これにしてあげたら棒人間でも全然いいと思う。まあ、この形のパーツが分かってれば別にこれでもいい。そうだね。あと、強いて言うと、まあ、お腹の位置ここら辺にあるっていう。お腹の位置も決めとくとよりいいと思う。すごっ。っていう、ここを決めておいてほしいんだよね。どんな当たりでもいいけど、肩、肘、手首、手とかいう位置だけは押さえておくポイントとして。だからそこの位置さえ決めれてたら、多分どんな当たりでも多分 OK。自分が最後にこれにうまく肉付けできればいいだけだから。なるほどね。だから逆に消しちゃうから、本当にしっかり書く必要ない。本当にしっかり書くない。その子はもしかしたら、当たりを取ってるっていうよりも、なんか下書きを書いてるイメージになっちゃってるパターンも、ね、そう、だからすごく丁寧にやり直してるんだけど、まずただ当たりが書けないんだって多分体が書けないがほとんどなんだとは思うんだけど。むずいよな、確かに。ただやっぱ一生懸命その当たりを作ってくれてるんだと思うね、体の当たりを。はいはい、書きたいからね。当たりだけ練習するとかもあるからね。絵の練習あるんだ。当たりだけ書きまくるみたいな。クロッキーみたいなこと。そうそう、クロッキーみたいな。そういうのもあるからね。多分それの時にぜひここのポイントを自分なりに押さえておいてください。この比率と合わせて考えておいてくれると当たり取りやすくなると思います。なるほど。じゃあ最後に、書きやすい当たりのポーズと書きにくい当たりのポーズをちょっと紹介します。例えば書きやすいよねっていうような当たりはこんな感じのやつ。なんで書きやすいかっていうと、さっき言った比率めちゃくちゃそのまま書きやすいから、例えばこれ1対1で同じだったり、1対1で同じなイメージ。まあちょっとこっちの方が短かったりするけど、これ当たりだから多少ずれてた時はペン入れする時直すからね。まあこんな感じでこうイメージがさ、取りやすいんだよね。こう比率のね。だから、こう、立ちのポーズで、まあ、ちょっとだけ動きつけてるみたいな比較的私は書きやすい。だけど難しいなと思うのは、これめっちゃむずい。体育座りでしょ？体育座りじゃなくて、こう膝を前に出してこうさ、座ってるみたいな。しゃがんでるみたいな。まあ体育座りでもいいや。そういうの、これってさ、なんでかっていうとさ、この、めっちゃ前に突き出ちゃってて、こういう風になっちゃってるよね、ここがね。そういう感じ。こういう風にね。で、これがもう、むずーって思うじゃん。で、こことかもなんかよくわかんない。見えない。こう遠近がこういう風に見えなくなっちゃっててさ、こういう風にさ。わかんない。膝が曲がってるからね。難しいなーっていう。だからこれむずいなーって思うじゃん。でもね、これも考え方で、この感じが難しいんだよ。だから初心者の人が書くにはね。だから、ちょっとさ、変えるかっつって向きとか角度とか、少しだけ、もうちょっと、いいや、座りポーズ書きたいなら、もうちょっと自分が書きやすい当たり探そうって思ってもらうといいなと思って、こういう風にちょっとさ、いろいろね、これとこれちょっとポーズ個人的には違うんだけど、これしゃがんでる、これは体育座りになったんだけど、こういう風にしてもらうと、途端に、こういう感じで、だいたい1対1か、まあ1対1か、みたいなさ、イメージで全然手とか足が描きやすくなると思うんだよ、角度変えると。だからこういうのがもうむずいと思った時はちょっと挑戦するのはもちろんいいよ、頑張ろうっていう、すごくね。でももうダメだ、うまくいかなくてもう嫌だってなるならこっちの方に一回逃げてみるみたいなのは、そう腕や足が前に突き出てるようなポーズっていうのは、ここの遠近感がすごく初心者の人には最初の頃難しいと思う。まあ描けるようにはなってほしいけど、この間の動画で言ったような煽り俯瞰とかに大体近い話になって今度来ちゃうから、遠近の話になってくるとまた難しいから、最初はあんまり遠近が出ないポージングが書きやすいんじゃないかなと。これ両方こっちはあんま遠近が出てないポージング、これはちょっと遠近があるようなポージングだからね。というふうに思いますので、よかったらそういうのを探してみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島としんと。バイバイ。